皆様こんにちは、セリナです。今回は、スック話題の新色アイシャドウ、シグニチャーカラーイズ15、リンの先を、ルナソルアイカラーレーション15、フローレスクラリティ、コスメデコルテ、スキンシャドウデザイニングパレット、01ロージーブラウン、アディクションザアイシャドウパレットプラス、011サンタンキャメル、ディオールショーサンククルール限定色664ワイルドベージュと比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパックスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。以前こちらのチャンネルでスックの新色15リングソキをご紹介したところ、ルナソルの15番や他のブランドのベージュブラウンパレットとの違いを知りたいとたくさんリクエストいただきましたので、今回はそれぞれのパレット1色ずつのパーソナルカラーレビュー、スウォッチ比較、そしてパレット全色を使ったメイクルックで仕上がりについて比較していきます。ベージュブラウン系のアイシャドウ選びに悩まれている方に少しでも参考になれば嬉しいです。スックの15リンの先のパレット1色ずつの単色塗りやスックの人気色14有効白、01水花、そして03の光ブレとの比較は別の動画でご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回比較していくアイテムはこちら。スックシグニチャーカラーイズ15リンの先。ルナソルアイカラーレーション N15 フローレスクラリティ。コスメデコルテスキンシャドウデザイニングパレット01ロージーブラウン。アディクションザアイシャドウパレットプラス011サンタンキャメル。ディオールショーサンククルール限定色664ワイルドベージュ。まずはたくさんのリクエストをいただいたスックとルナソルの15番から比較していきます。スックシグニチャーカラーイズ15リンの先。パレット1色ずつをパーソナルカラーに受けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。透け感のあるホワイトのベースに、ブルー、ピンクパープル、グリーンの大粒ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般のベースやアクセントカラーに使いやすいです。右上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。ほんのりくすみを感じる明るいオレンジベージュ。微細なパールで自然なツヤを楽しめます。黄みが得意な方、イエローベース全般のベーシックカラーにおすすめ。左下はイエベ春におすすめ。明るい黄みベージュにゴールドのパールと微細ラメが艶めく濡れツヤカラー。黄み、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ブライトスプリング、ビビットスプリング、ウォームスプリングのベーシックカラーにおすすめ。右下は全タイプにおすすめ。黄みにも青みにも寄りすぎないニュートラルなダークブラウン。微細なラメがアクセントで輝きます。パーソナルカラー問わず陰影をつけるブラウンカラーとして使いやすいです。ルナソルアイカラーレーション N15 フローレスクラリティ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。淡いブルーのベースにシルバーとブルーの大粒ラメがたっぷり輝きます。青みが得意なブルーベース全般のラメカラーとして使いやすいです。右上は全タイプにおすすめ。肌の色に近いニュートラルなベースカラー。パーソナルカラー問わずにまぶたを整えるベースとして使いやすいです。左下はイエベ秋におすすめ。黄みブラウンのベースにゴールドの大粒ラメがたっぷり輝きます。イエベ秋全般に使いやすいです。右下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。ベーシックな黄みブラウン、イエローベースの締め色ブラウンに使いやすいです。
装置で比較するとこんな感じです。スックは肌の色の延長線上のような黄身ベージュとニュートラルなブラウン、繊細な寒色系ラメ、フォーマルやお仕事メイクなどシーン問わずに使えるニュートラルパレット。ルナソルは肌の色に近いニュートラルなベージュと黄身寄りのブラウンにシルバーとブルーの大粒ラメ、ブラウンベースにゴールドの大粒ラメがアクセントに、ベーシックカラーとグリッターのような大粒ラメのギャップが素敵なパレットです。それではそれぞれのパレット全色を使ってメイクを仕上げて比較してみたいと思います。まずはこちら側にスックです。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。肌の色に近いベージュカラーで自然に立体感と奥行き感が出ます。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。1色目に重ねた右上のカラーよりもさらに黄身が強いベージュです。こちらにはパールと微細なラメがたっぷり入っているので濡れたような艶やかな目元に仕上がります。付属のチップにも取って下まぶた全体にものせておきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。締め色のブラウンが黄身にも青みにも寄っていなくてニュートラルなところがこのパレットの特徴です。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。こちらはシルバーやブルー、そしてピンクなどの寒色系の微細なラメが輝くカラーです。はい、まずはこちら側半分にスックの15番全色を使ってメイクを仕上げてみました。上まぶたにも全色を使ってグラデーションを作ってみましたが、暗くなったり派手な印象になりすぎず、肌の色の延長線のようなニュートラルなベーシックメイクに仕上がります。パレット右上と左下はどちらかというと黄身寄りのベージュではありますが、そこまで黄身が強すぎるわけではないので、肌の色やパーソナルカラー問わずに使いやすいベーシックパレットなんじゃないかなと思います。ラメも華やかですが主張しすぎないところが絶妙で綺麗ですよね。粉質はパサつく感じはしませんが、比較的軽やかでさらりとしているタイプなので、グラデーションを作るのが苦手という方にも使いやすいタイプなんじゃないかなと思います。では反対側にルナソルの15番を使ってメイクしていきたいと思います。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは肌の色にかなり近いベージュカラーなので、指でしっかりのせてもこんな感じで、色味というよりも絶妙なツヤ感とまぶたを整えるようなベースとしての役割に使えるようなアイシャドウです。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。一塗りでもこんな感じで、ベースにブラウンが乗っていて、その上にゴールドの大粒ラメが輝くタイプなので、単色塗りでも深みと輝きを一気に楽しめます。このカラーを塗るだけでかなり華やかになりますよね。チップにも取って下まぶた全体にものせていきます。下まぶたにのせるとラメとツヤがより際立って可愛いです。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらもスックと同様発色がしっかりしていて深みのある締め色ブラウンです。こちらの方がかなり黄身のニュアンスが強いので温かみを感じるような目元に仕上がります。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。左下のカラーと同様こちらも大粒ラメがたっぷり輝くので濡れたような光沢感と光の反射をしっかり楽しめます。はい、こちら側にはルナソルの15番を使ってメイクしてみました。どちらのパレットもベーシックなベージュブラウンに寒色系のラメカラーがセットされているというところは共通していますが、それぞれ全色を使ってメイクしてみるとかなり違いを感じました。近くで見るとこんな感じです。まず一番の違いはラメの粒の大きさで、ルナソルはグリッターのような大粒ラメカラーが2色セットされているので、全色を使ってメイクするとかなり華やかなラメメイクに仕上がりますが、スックはこんな感じで、左上のラメカラーもかなり微細で主張しすぎないので、シーン問わずに使えるナチュラルさが特徴的です。
そしてカラーについても、ルナソルの方が黄みが強いベージュブラウンなのに対して、スックは黄みにも青みにも寄りすぎていない肌の色に近いようなニュートラルな影色といった感じがします。一色ずつを細かく分けると、スックもどちらかというと黄み寄りのカラーではありますが、全色を組み合わせると黄みニュアンスがかなり落ち着くように感じました。そしてルナソルの方がラメカラーが多いからか絶妙に透け感があって暗くなりすぎないのに対して、スックは自然ながらも目元に立体感と奥行き感が出ている感じがします。カラー自体はベーシックだけれど、大粒のラメで華やかさや遊び心をプラスしたい方はルナソルがおすすめ。シーン問わずに使えるベーシックパレットが欲しい方はスックがおすすめかなと思います。それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いてはこちら、コスメデコルテの01番と比較していきます。コスメデコルテスキンシャドウデザイニングパレット01ロージーブラウン。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上は全タイプにおすすめ。透け感のあるアイボリーのベースにシルバーやピンクのラメがきらめきます。パーソナルカラー問わず、まぶたを整えるベースやナチュラルなラメアクセントとして使いやすいです。右上はブルベ夏におすすめ。明るいローズベージュにパールのツヤとピンク系のラメがきらめきます。青み、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ライトサマー、ブライトサマーに特におすすめ。左下はイエベ秋、ブルベ夏におすすめ。柔らかいブラウンにピンクやシルバーの微細ラメがきらめきます。黄み、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ミューティッドオータム、ミューティッドサマーにおすすめ。右下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。少しオレンジのニュアンスを感じる柔らかいブラウン。黄みが得意な方、イエローベース全般の締め色ブラウンとして使いやすいです。装置で比較するとこんな感じです。コスメデコルテはほんのりローズニュアンスのベージュ、黄みを感じるブラウン、ニュートラルな中間色と様々なニュアンスのベーシックカラーが揃うパレット。高発色だけど強すぎない肌なじみの良さと粉っぽさのない濡れツヤ質感が特徴です。ではこちら側半分にコスメデコルテの全色を使ってメイクを仕上げていきます。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらはほんのりローズのニュアンスを感じられるベージュカラーです。コスメデコルテはしっとり肌に溶け込むような柔らかい粉質と全色にパールやラメが入っていて濡れたようなツヤ質感に仕上がるところが特徴的です。続いて左下のカラーを指に取って目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。こちらはニュートラルなライトブラウンです。発色自体はしっかりしていて深みは出ますが、肌に溶け込むような粉質の効果で濃く強くなりすぎないところが綺麗です。チップにも取って下まぶた全体にも入れていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらはかなり黄みの強いブラウンカラーです。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。こちらは黄みにも青みにも寄りすぎないニュートラルなラメカラーです。パーソナルカラー問わずに使いやすいです。スックの15番とコスメデコルテの01番、それぞれ全色を使ってメイクするとこんな感じです。しっかり目元に陰影がついて立体的に仕上がるのに濃く暗くなりすぎないところや肌なじみがいいところなどはよく似ていますが、やはりスックの方がカラーの印象がなくニュートラルなのに対してコスメデコルテの方が若干ローズのニュアンスを感じられるようなベージュブラウンに仕上がっていると思います。どちらもシーンを問わずに使えるベーシックパレットですが、ほんのりピンクのニュアンスで血色感や柔らかさが欲しいときはコスメデコルテ、よりニュートラルな印象に近づけたいときはスックがおすすめかなと思います。そして質感についても結構違いがあって、スックは自然ながらも奥行き感がある仕上がりなのに対して、コスメデコルテは肌にしっとり溶け込むような柔らかさと
濡れたような滑らかなツヤを楽しめます。パウダータイプのアイシャドウを使うと目元の乾燥が気になるという方や、しっとりと柔らかな粉質がお好きな方、濡れたようなツヤ質感を楽しみたい方はコスメデコルテがおすすめな印象です。それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いてはアディクションの011と比較していきます。アディクションザ・アイシャドウパレットプラス011サンタンキャメル。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はウルベ冬、ウルベ夏におすすめ。ホワイトのベースにシルバーとブルーの大粒ラメがたっぷり輝きます。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメカラーにおすすめ。右上はイエベ春におすすめ。明るいオレンジベージュ。同系色の微細パールがたっぷりな濡れツヤ質感です。黄身、明るさが得意な方、イエベ春全般のベーシックカラーにおすすめ。左下はイエベ秋、イエベ春におすすめ。オレンジニュアンスのブロンズカラー。高発色なベースに微細なラメで自然なツヤを感じられます。黄身が得意な方、イエローベース全般に使いやすいです。右下はイエベ秋におすすめ。くすみと黄身が強いイエローブラウン。黄身、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドオータム、ウォームオータムにおすすめ。装置で比較するとこんな感じです。アディクションはオレンジに近いベージュや黄身が強いくすみブラウンにシルバーとブルーの大粒ラメカラーがアクセントのパレット。ベーシックな中にほんのりカラーメイクのニュアンスが取り入れられるこなれ感がある仕上がりが特徴です。ではこちら側にアディクションを使ってメイクを仕上げていきます。まず右上のカラーを指に取ってワンまぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらはかなりオレンジのニュアンスが強いベージュなので、こんな感じで派手すぎないですがカラーメイクの要素も感じられます。パールのツヤがたっぷりで光沢感がとても綺麗です。続いて左下のカラーを指に取って面を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。こちらも黄身の強いブロンズカラーです。チップにも取って下まぶた全体にものせていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻1/3に締め色としてのせていきます。こちらはまぶたの上にのせるとより黄身とくすみが強く出て、ブラウンというよりも少しグリーンの要素を感じるような抹茶カラーに発色します。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。こちらはまぶたの上にのせるとよりブルーのラメが際立って透明感がしっかり出てくれます。スックとアディクション全色を使ってメイクするとこんな感じです。パレットの配色は結構似ているかなと感じましたが、かなり違いを楽しめました。近くで見るとこんな感じです。アディクションはベージュカラーはほぼオレンジに近いような黄身の強さなのと、ブラウンも黄身とくすみが強くて少しグリーンっぽく発色するようなタイプなので、ベーシックメイクとカラーメイクのちょうど中間の要素を楽しめます。アディクションらしい遊び心のあるパレットでした。左上に配置されているラメカラーもスックの方がよりラメが繊細、アディクションの方がラメの粒も若干大きくラメの量も多く感じました。それぞれ着てみるとこんな感じです。最後に比較するのはこちら、ディオールの限定色664ワイルドベージュです。ディオールショーサンククルール限定色664ワイルドベージュ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はウルベ冬におすすめ。ホワイトのベースにシルバーとゴールドのラメがきらめきます。青み、鮮やかなコントラストが得意な方、ウルベ冬全般のアクセントカラーにおすすめ。右上はイエベ秋におすすめ。黄身ブラウンのベースにイエローゴールドの大粒ラメ。黄身、鮮やかさ、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ストロングオータム、ウォームオータムにおすすめ。中央はイエベ春におすすめ。ほんのり黄身ニュアンスのベージュにピンクとゴールドの微細パールが艶めきます。黄身、淡さ、明るさが得意な方、
単色塗りならライトスプリング。イエベハル全般のベースカラーにもおすすめ。左下はイエベハルウルベ夏におすすめ。黄みにも青みにも寄りすぎないニュートラルなピンクにゴールドの微細ラメが艶めきます。イエローベース、ブルーベース問わず明るく淡い色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとライトスプリング、ライトサマー、ブライトスプリング、ブライトサマーにおすすめ。右下はイエベ秋、イエベ春におすすめ。黄身ニュアンスのダークブラウン、柔らかいマット質感です。黄身が得意な方、イエローベース全般の締め色ブラウンに使いやすいです。スウォッチで比較するとこんな感じです。ディオールは黄身が強いベージュとブラウンにシルバーの大粒ラメとニュートラルなピンクがアクセントになるパレット。組み合わせ方次第で色々なメイクが楽しめるところが特徴です。では、こちら側にディオールを使ってメイクしていきます。まず、中央のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは黄身の強い明るいベージュカラーです。微細なパールがメタリックのように光ります。続いて、左下のカラーを指に取って、さらに上に重ねていきます。このニュートラルなピンクカラーをメインにすると、またガラッと雰囲気が変わるメイクが楽しめます。こちらも比較的発色は淡めで柔らかいです。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。華やかで大人っぽい目元を演出してくれます。シップにも取って下まぶた全体にものせていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。かなり発色がしっかりしていて深みが出るブラウンです。こちらも黄身が強いブラウンカラーです。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。こちらはベースにホワイトのカラーがしっかり乗って、その上にさらにラメが乗るので、このカラーをのせるだけで一気に華やかに仕上がります。スックとディオール、全色を使ってメイクするとこんな感じです。ディオールは組み合わせ方次第で仕上がりのニュアンスがかなり変わるので、今回は上まぶたにも全5色を使ってグラデーションを作ってみました。やはりディオールはベージュもブラウンも全体的に黄身がかなり強いのと、ピンクカラーもセットされているので、スックと比較すると明るさや血色感を感じられるようなベージュブラウンの目元に仕上がります。そして最後に重ねたラメアクセントにもかなり違いがあって、スックは透け感のあるベースに微細なシルバーやブルー、ピンクなどのラメが自然に輝くのに対して、ディオールはホワイトのメタリックのベースがしっかり乗って、その上にさらにラメが乗るので、パールと細かいラメの立体感をしっかり感じられますよね。立体的でメリハリのある目元に仕上げたい方はディオールがおすすめ。肌なじみの良さと自然な奥行き感が欲しい方はスックがおすすめといったイメージです。それぞれ引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じでリクエストいただきましたスックの新色アイシャドウを比較していきました。他ブランドのベージュブラウンパレットと比較すればするほど、スックの新色15番のリンノソキのニュートラルなベージュブラウン感とフォーマルなシーンにも使いやすいナチュラルさがより際立つなと感じました。少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。